2025年3月、アメリカ、マサチューセッツ州ボストンにある、ハーバード大学医学部附属病院で、一人の男が死んだ。心電図のモニターが、平坦な一本の線を描いた。医師たちは互いに顔を見合わせ、時刻を読み上げた。午後2時17分、死亡確認。その男の名は、理論物理学者のエリック・ハモンド博士、享年52歳。しかし、それから26分後のことだった。モニターが、突然、揺れた。心拍が戻った。呼吸が戻った。そして、意識が戻った。医療スタッフは言葉を失った。脳波計はずっとゼロを示していた。脳への血流は完全に途絶えていた。医学的に言えば、彼の脳はこの26分間、何も感じることも、考えることも、できないはずだった。だが、ハモンド博士は目を開けるなり、こう言った。紙とペンを持ってきてくれ。今すぐ書かなければ、忘れてしまう。震える手で彼が書き始めたのは、言葉ではなかった。数式だった。それも、彼が生前、何年もかけて解こうとして、ついに解けなかった。あの難題の答えだった。一体、死の淵で彼は何を見たのか、脳がゼロになったその瞬間に、なぜ新たな真理が生まれたのか。この謎を解くには、まず、彼がなぜその日、病院のベッドに横たわることになったのか、そこから話す必要がある。2026年現在、世界中の物理学者たちが、ある一人の男の論文に注目している。その男の名は、エリック・ハーモン。アメリカ、マサチューセッツ工科大学に籍を置く、理論物理学の権威だ。彼は長年、宇宙の根本構造を数式で記述しようとしてきた。量子力学と一般相対性理論を統合する、いわゆる、万物の理論。その難題に、彼は20年以上の歳月を費やしていた。同僚たちは彼を公表した。天才だが、孤独な男だ。と、研究室にこもり、家族との時間を削り、睡眠さえも惜しんで計算を続ける。そんな日々が、何年も続いていた。2023年、10月のある朝、ハーモンは自宅の書斎で、いつものように数式と向き合っていた。前夜も一睡もしていなかった。コーヒーを飲み干し、ペンを走らせる。しかし答えは、出なかった。もう少しだ。あと少しで見える気がする。彼は何度もそう繰り返していた。だが体は、限界を超えていた。その日の昼過ぎ、突然、胸を押さえて床に崩れ落ちた。心筋梗塞だった。妻が異変に気づき、救急車を呼んだのはわずか数分後。しかし病院に運ばれた時、彼の心臓はすでに止まっていた。医師たちは蘇生処置を開始した。1分が過ぎた。5分が過ぎた。10分が過ぎた。それでも、心臓は動かなかった。脳波計のモニターは、完全にフラットを示していた。医学的には、死、そう判断されても、おかしくない状態だった。しかし彼は、その間も、どこかにいた。意識とも、夢とも、記憶とも違う。何か別の場所に、その瞬間、彼は自分の体から切り離された。痛みはなかった。恐怖もなかった。ただ、スーッと、何かが抜けていくような感覚だけがあった。気がつくと、彼は天井の近くにいた。眼下には白い光の中で動き回る医師たちの姿があった。叫んでいる声が聞こえた。機械のアラームが鳴り響いていた。しかし、それらはどこか遠い世界の出来事のように感じられた。彼の意識は、そこにあった。はっきりと、明確に。しかし脳波計は、ゼロを示していた。医療の常識では、脳波がフラットな状態で意識が存在することはありえない。思考も、知覚も、記憶も、すべては脳の電気活動によって生まれるはずだ。その活動が完全に止まった状態で、何かを感じることは不可能なはずだった。それでも、彼はそこにいた。次の瞬間、視界が変わった。天井も、病院も、医師たちも、すべてが消えた。彼を包んでいたのは、無限とも呼べる広大な静けさだった。光でも闇でもない。表現しようのない空間。音はなかった。時間の流れを感じる感覚もなかった。ただ、存在だけがあった。そして、その静けさの中で、何かが近づいてきた。それは形ではなかった。声でもなかった。しかし確かに、何かが彼に向かって、語りかけようとしていた。後に彼はこう記している。あの場所には、説明できないものがあった。それは知識ではなく、理解だった。問いが生まれる前に、
答えがすでにそこにある。そういう感覚だった。と、暗闇の向こうで、光が見え始めていた。暗闇の向こうで、光が見え始めていた。最初は、ほんのわずかな輝きだった。遠く、かすかに、しかし確実に、そこに存在していた。彼は後に語っている。それは太陽の光とも、伝統の光とも、全く違うものだった。暖かく、柔らかく、まるで光そのものが、生きているかのようだった。と、そして、光に向かって、何かが引き寄せられていった。意識なのか、魂なのか、それとも別の何かなのか、彼には言葉がなかった。ただ、導かれるように、その光の方へと、近づいていった。トンネルがあった。細長く、深く、どこまでも続くような通路だった。壁はなかった。床もなかった。しかし確かに、一本の道があり、彼はその中を進んでいた。光は、近づくにつれて、大きくなっていった。そして、そこに、人がいた。彼は声を失った。いや、そもそも声などなかった。しかしその瞬間、全身に、あるいは全存在に、電流のようなものが走った。5年前に言った。父親だった。父は若かった。病に侵される前の、健康で穏やかな姿のままで、ただ静かに、微笑んでいた。言葉はなかった。しかし、すべてが伝わってきた。来るのは、まだ早い。それは声ではなかった。感覚だった。理解だった。問いが生まれる前に、答えがすでにそこにある。あの感覚と、全く同じものだった。父の存在は、光と一体になっていた。そして光は、ただ暖かいだけではなかった。その奥に、何か巨大なものが、息づいているように感じられた。構造だった。秩序だった。宇宙そのものが、一枚の設計図として、彼の前に広がろうとしていた。次の瞬間、その、教会が、姿を現し始めた。それは、場所ではなかった。空間でも、時間でも、なかった。ただ、教会、と呼ぶしかない何かが、そこに、あった。光の奥に広がっていた巨大な構造が、静かに、彼の意識を包み込んでいた。それは宇宙の設計図だった。数式ではなかった。言葉でも、なかった。それでも、完全に、理解できた。問いを立てる前に、答えが溶け込んでくる。長年、解けなかった。何千時間も費やした。それでも届かなかった。あの難問の、確信、が、今、手のひらの上に、乗っているような感覚だった。その時、何かが、変わった。光の中に、一つの選択肢が、生まれた。進む。あるいは、戻る。それは命令ではなかった。強制でも、なかった。ただ、静かに、問いかけてくる何かが、そこに、あった。進めば、すべてがわかる。宇宙の果てまで、見える気がした。戻れば、あの不完全な世界に、再び帰ることになる。彼は、迷った。迷いながら、思った。まだ、書いていない。証明していない。誰にも、伝えていない。この光の中で見たものを、言葉にして、残していない。その瞬間だった。光が、揺らいだ。教会が、少しだけ、後退した。戻ることができる。という確信が、波のように、押し寄せてきた。しかし同時に、見たもの、を持ち帰れるかどうかは、わからなかった。記憶は、ここには残らない。境界を越えた先では、何も、保証されない。それでも彼は、踏み出した。光の中に刻まれたあの、設計図が、まるでフラッシュのように、意識の奥深くへと、焼き付いていく感覚とともに、次の瞬間、彼の目の前に、生涯の記憶が、一気に、溢れ出そうとしていた。次の瞬間、彼の意識は、時間の外へと、弾け飛んだ。幼い頃に見た、夕暮れの空、母の手のぬくもり、初めて数式の美しさに気づいた。あの放課後の教室、記憶が、映像として、次々と溢れ出してきた。それは、単なる回顧ではなかった。一つ一つの場面が、まるで生きているかのように、立体的に広がっていく。匂いまで感じた。音まで聞こえた。時間の流れが、完全に、消えていた。妻と出会った日の、あの緊張感、娘が初めて歩いた瞬間の、震えるような喜び、長年解けなかった方程式と向き合い続けた、孤独な夜々、すべてが、同時に、そこにあった。
過去でも未来でもなく、ただ、今、として彼はそこで初めて気づいた。自分が追い求めてきた宇宙の真意は遠い星の彼方にあるのではなかった。と、それは自分がこれまで生きてきた全ての瞬間の中にすでに刻まれていたのだ。数式は世界を記述するためのものではない。数式は世界が自ら語りかけてくる言葉だったのだ。その確信が全身を貫いた。涙が出た。意識の中で涙が出た。肉体はどこにもない。それでも泣いていた。喜びとも悲しみとも呼べない何か深いものが胸の奥から静かに溢れ続けていた。これが人間の一生だったのか。そう思った瞬間、遠くから何かが彼を呼んでいた。光ではない。音でもない。しかしそれは確かに、戻れ、と告げていた。戻れ。その声はどこからともなく響いてきた。優しくはなかった。しかし、冷たくもなかった。ただ、確かだった。抗えないほどに確かだった。エイドリアン・オーウェンの意識は、その言葉の方向へ引き寄せられていった。宇宙のすべてが見えていた場所から、数式が意味を持ち、時間が解け、空間が歌っていた。あの場所から、彼は引き戻されていった。まるで、巨大な波にさらわれるように、静寂が裂けた。痛みが来た。胸の奥から、激しく、鈍く、全身を叩くような痛みが戻ってきた。と、体が叫んでいた。医療室に、警報音が鳴り響いた。モニターの波形が動いた。フラットだった線がゆっくりと、しかし確かに脈を刻み始めた。心拍、確認、誰かの声が遠くから聞こえた。26分だ。26分だぞ。別の誰かが震えた声で言った。医師たちが駆け寄った。看護師たちが動いた。しかし、その場にいた全員が信じられないものを見ていた。脳波が0を記録してから26分。医学的には、ほぼ回復不可能とされる時間。その境界を、彼は越えて、戻ってきた。意識、あるか？聞こえるか？医師の声が、耳に届いた。重い。まぶたが、鉛のように重い。それでも彼は、目を開けようとした。薄く、わずかに、光が、見えた。蛍光灯の白い光だった。宇宙で見た。あの光とは、全く違う。でも、それでよかった。ここは、現実だ。ここは、生きている世界だ。唇が、動いた。声にはならなかった。それでも、彼は確かに、何かを、つぶやいていた。後に医師たちは証言する。あの状態で、あの言葉が出るとは思わなかった。と、彼がつぶやいたのは、数式だった。死の淵で見た。あの宇宙の言葉が、生還した瞬間にも、まだ、彼の中に、生きていた。それはまだ、始まりに過ぎなかった。彼が目覚めてから、すべてが変わった。最初に気づいたのは、妻だった。あなたは、別の人になった。と、彼女は静かに言った。責めているわけでは、なかった。ただ、事実を、そのまま口にしていた。以前の彼は、論文のことしか考えない人間だった。食事中も、家族との会話中も、常に頭の中は数式で埋まっていた。休日という概念が、彼には存在しなかった。しかし、生還した後の彼は、違った。朝、窓から差し込む光を、長い時間をかけて、ただ見つめるようになった。娘が描いた絵を、額縁に入れて飾った。以前なら、そんなことをする余裕は、ないと言っただろう。研究室の同僚たちも、戸惑った。あいつが、笑うようになった。と、ある研究者は言った。死ぬ前の彼は、笑わなかった。正確には、笑い方を、忘れていたのかもしれない。しかし変化は、穏やかなものだけではなかった。彼は、眠れない夜を過ごした。あの光景が、繰り返し蘇った。宇宙の構造が、数式として浮かび上がるあの感覚が、夢の中でも追いかけてきた。起き上がって、暗闇の中でノートに書き続けた夜が、何百回あったか、もうわからない。妻は、その背中を、黙って見守り続けた。止めようとは、思わなかった。と、彼女は後に語っている。あの人には、書かなければならない理由が、あった。私には、それがわかった。やがて、そのノートは、
一本の論文へと育っていく。しかしその時、世界は彼に新たな問いを突きつけることになる。これは科学なのか、それとも信仰なのか、科学か、それとも信仰か。この問いは彼の論文が学術誌に掲載された瞬間から世界中で飛び交うことになった。神経科学者たちは首を横に振った。脳波がゼロの状態で新たな数学的直感が生まれるはずがない。と、意識は脳の活動によって生まれる。それが現代科学の大前提だった。しかし彼はその前提を揺るがす証拠を自分の身体で持ち帰ってしまった。物理学者たちの反応は2つに割れた。一方は臨死体験中に蓄積された記憶が覚醒後に再構成されたに過ぎないと主張した。もう一方は静かに黙り込んだ数式そのものがあまりにも正確だったからだ。長年未解決だった理論物理学の難問、それが死の淵から持ち帰られた直感とぴたりと重なっていた。これを偶然と呼ぶにはあまりにもできすぎていた。一方、宗教学者や哲学者たちは別の角度からこの体験を読み解こうとした。宇宙には人間の脳を超えた知性の層があるという考え方は古くから存在する。東洋の思想にも西洋の神秘主義にも意識は肉体の外に宿るという視点は繰り返し登場してきた。彼の体験はその古い問いに新しい燃料を注いだ。しかし彼自身はどちらの陣営にも属することを拒んだ。私は科学者だ。だから見たものを証明しようとしている。ただそれだけだ。信じるか信じないか、それは見る者に委ねられている。だが確かなことが一つある。あの26分間に彼は何かを受け取った。そしてその何かは今も静かに世界へと伝わり続けている。次に彼が語ったのはその体験が自分だけのものではないという確信だった。彼は言った。あの場所で見たものは私だけに向けられたものではなかった。宇宙は誰か一人に秘密を打ち明けるほど狭くはない。26分間の死の中で受け取った何か、それは問いかけだったのかもしれない。まだ解かれていない数式がこの世界には無数にある。まだ言語化されていない真実がどこかに眠っている。彼の体験を奇跡と呼ぶ人がいる。錯覚と切り捨てる人もいる。だがどちらの言葉も本質には届いていない。大切なのは死の淵で人間の意識が何かに触れたという事実だ。そしてその触れた何かが現実の数式として証明されつつあるという事実だ。科学と見えない世界の境界線は今もゆっくりと動き続けている。あなたは今日何を感じただろうか。その問いを胸の中に持ち帰ってほしい。